血糖値が下がったのに目が悪くなる。患者さんにとってみると全く納得できないわけですよ。眼科医の平松です。今日は最悪失明の可能性、血糖値ヘモグロビン A1C どうすればいいとして、糖尿病がある人の血糖値やヘモグロビン A1C、 内科的な問題だけではなく眼科的に知っておかないと突然見えなくなるよって話とか、血糖から緑内障が悪くなっちゃうよってことについてもお話しできればと思います。血糖値って、内科的には下がればいいよねっていうのがなんとなくイメージとしてあると思います。そもそも血糖値って何ってことなんですけど、血管の中を流れている血糖の値になるわけですよね。この値というのは食事をすると、それが消化吸収されて上がってきて、でそれがだんだんなくなって下がってくるって、こういう一連の流れがあるわけですよ。だから血糖値っていうのは空腹時、お腹減ってる時の血糖値、食後2時間値、食後食べてから2時間ぐらいしたの血糖値など、いろんなところを測っていくわけですよ。つまり1点だけだと食べてるか食べてないかで全然変わっちゃうから。だからこそ、それをなんていうかな、つぶさに見ていくのって難しいから、何ヶ月かの血糖値の推移を見る。でもそれって難しいよねっていうことで、ヘモグロビンというね、血管の中を流れている、血液とかの酸素を、送ってくれるようなもんなんですけど、それにくっついてくれる、糖とか、それを見ることによって血糖値が数ヶ月間どうだったのって見るのがヘモグロビン A1C っていう数値になります。どちらも基本的には、程よい数字に持っていくわけですよね。ヘモグロビン A1C って数字を下げすぎるってことはあんまりないわけで、血糖値は下げすぎってあるんですけどね。なので、ヘモグロビン A1C を下げましょうとかってよく言います。僕はよくね、見る患者さんとかだと、初診ね、見たとき、ヘモグロビン A1C が12です。これめちゃくちゃ高いんですよ。基本的には6台とかにしていただけると助かるんですけど、っていうふうに高いですってなってくる。そうすると、内科の先生とかと相談しながら、じゃあちょっとちゃんと治療していきましょうってなるんです。すると血糖値が下がってきて、ヘモグロビン A1C が6台になりました。素晴らしいですよね。で血糖値で12だったのが6なんだから、半分になってきてかなり良くなったよねと患者さんは思うんですし、内科の先生とかいろんな人からも頑張ったねって褒められるんです。なんでかっていうと、それって普通の病気って、薬飲めばいいんでしょとか、そういうのなんだけど、糖尿病の場合ってご本人の頑張りも必要なわけですよ。どんなにいい薬を飲んでも血糖値がバッチリ落ち着くとは限らない。だからこそ、飲み薬だとかインスリンだとかだけではなく、運動、食事、これが重要になってくるわけですよね。だからこそ頑張りも人一倍大きいわけですよ。飲んでりゃいいんでしょじゃない。運動もしなきゃいけない。食事も気をつけなきゃいけない。気をつけることだらけでなかなか大変で、頑張って下げました。こりゃもう完璧でしょうと思ったら、突然目からボンと出血して見えなくなっちゃう。あるんですね。実際うちの病院とかではそうやって出血してきた、患者さんがいらっしゃって、でちょっとその出血ね、治療しなきゃねみたいな感じになることもあるわけですよ。そうするともう手術になっちゃうんですね。どんな手術するかっていうとですね、目にちっちゃい穴を3つ開けまして、中の出血を取ってくるんですよ。取ってくるだけだと眼球へこんじゃうからお水を入れてあげる。もう一個で、照らしながら見るっていう硝子体手術、ガラス体手術っていうものになりますね。これ硝子体手術ってワードとかで変換するともうなんかこう夜景師の方になっちゃうので、硝子体というのはガラス体って書いた方が変換しやすいですね。そういう硝子体っていうのを取ってあげて出血取るっていうのは基本的な手術になると思います。大出血した場合。ただこれそもそも硝子体手術をしなきゃいけない状態になるとか、それが血糖値が下がったのに目が悪くなる。患者さんにとってみると全く納得できないわけですよ。血糖値が高くて悪くなるんだったらこれは分かりますよ。でも血糖値が良くなったのに目が悪くなんてありえないでしょって思うんですよ。でもこれ違うんですね。じゃあなんで血糖値が良くなると目が悪くなるのか。それは今まで例えば、血
血糖値が180とか300とかってね、結構高めの数値300だったとします。すると300っていう血糖値が体の中を回っているわけです。目にも回ってくるわけですよ。300の血糖が来てますと、目に300の血糖がバーッと流れてきてますとなると、この目は血糖300のエネルギーを使って動かそうって思ってるんですよ。思ってるというか、そういう状態になってるんですよ。そこが頑張りました、血糖値半分ぐらいにしました、300を150にしましたよね、素晴らしいですよね。150半分になりましたってことは、ここに来るエネルギー量は半分になっちゃうんですよ。150になっちゃう。これに目がびっくりしちゃうんですよ。どうびっくりするか。そもそも糖尿病っていうのは血流が悪いんですよ。血管が詰まったり、血液の流れがよどんでしまったりするわけですね。もちろん首の血管だったりだとか脳の血管が詰まるっていうのは、後々の話で大きい血管なんです。でも目の血管って例えばね、眼球をこの大きさにしたからこうやって血管見えるけど、本当の眼球ってこの大きさじゃないですか。10円玉ぐらいの大きさ。つまり血管がとっても細いんですよ。そこの血流が悪くなるもんだから、どんどんと血流は途絶してしまう。そして今300でやってたエネルギーが150に減っちゃう。どうしよう、どうするか。そこで目は新しい血管を生やして血流良くしようと思うんですね。これを新生血管って言いますね。新しく生まれる血管って言うんですよ。こういう話をすると、いいじゃないのと。新しい血管ができるから目に血流が良くなって血行も良くなって素晴らしいよねって思われがちです。確かにその新生血管というのがしっかりとして形のいい血管を作ってくれるならそれはいいんですが、大抵の新生血管というのはかなり急ごしらえで作ってるんですよ。もう焦って作った血管だからグズグズなんですね。きっちりもう血管でききってなくてもうぐじゅっとなっちゃってて、そこから漏れてきたりとかしちゃうんですよ。そして新しく作った血管なもんだからもう簡単に壊れちゃってドバッとそこから出血もしちゃったりするんですよ。そこで目の玉の中に出血しちゃったりするわけですよね。血糖が300ありました、減ってきました。すると血液足りないね、新しい血管作ります。これ急ごしらえだから壊れます、出血します。こんな流れなんですよ。話長いよね。つまり、はい血糖値下がりました、悪くなりますっていう理論が分かりにくいんですよ。だからこそ患者さんにとってみると、いや私頑張ったじゃないと、こんなに頑張ったのになんで悪くなるのっていう気持ちがどうしても出てくるわけですよ。当たり前ですよね。だって頑張って努力して血糖値下げろって言われて下げたら目悪くなりましたって言ったらもうどうなのって思う。でこれどうすればよかったのって話です。血糖値下げなきゃいいの？ダメなんですよ。ずっと高いのはやっぱり良くなくて、もういつか下げなくてもどんどん血管ボロボロになってしまう。一つ目、早めの段階で眼科をちゃんとかかっておいて治療をしとくってことです。例えば血流が悪いと早めの段階だと網膜光凝固術って言って目にレーザー光線を当てます。目にレーザー光線を当てることで必要ない血流をある程度遮断して、もう目に行く血流少なくてもいけるよねっていう状態を無理やり作るんですよ。で目に焼け焦げを作ってあげて、あんまり血いらないよって状態に目をしちゃう。これを事前にしておくと急に血糖値がある程度下がっても新しい変な血管生やさないで済むっていうことがあります。2つ目はこまめに眼科的に目を見とくってことです。もちろん急にね出血しちゃうってことはどうしてもあるんですよ。血管が切れるとかであるんだけども、ある程度前兆がある時もあります。あれちょっとこれは悪い血管が出てきてるよと。そうしたら例えばレーザーとか目に注射をして抑えるとか、いろんな対処法があるわけなんですよね。なのでその状態を見極めるためにこまめに見とくってことが大事で、だから、一番あるのがね、血糖値がねすごく高くて内科に行って頑張りました、出血しました、来ました。これは遅いんですよ。そうじゃなくて出血する前から眼科にこまめにかかっておくと対応しやすいですよ。3つ目として、できれば緩やかに血糖値を下げていくってことが重要です。
いやそんなこと言ったってそれ内科の先生の領分じゃないって思うかもしれないけど、よくあるケースを言いますね。内科の先生が食事、運動頑張ってくださいって患者さんに言います。で、分かりました頑張りますって言います。でもあんまり血糖値が下がりません。そこで内科の先生は頑張って飲み薬をいろいろ出します。で、ちょっとでも下げてきましょうってやります。ちょっとは下がってきました。でもまだまだちょっと下がりが足りないな。ね、運動も食事も頑張ってくれてお薬も飲んでるけど、もうちょっとねこれだといまいちなんだよ。だからこそインスリン注射をしましょうってお話になってきます。インスリンというのは血糖値の、吸収とか、体に蓄えたりとか、それを司るホルモンなんですけど、それが自分で出していても反応が悪かったり、そもそもインスリンが出ないというね、1型糖尿病とかもあるんですけども、そのねタイプによりますけど、インスリンを注射しましょうって話になってきます。だから、このケースは2型糖尿病といってね、大人になってなる糖尿病の人の話として一番多いケースなんですけど、じゃあインスリンを注射しましょう。こうなると患者さん焦るんです。注射をするんですかと。いや今まで飲み薬とかって言ってたからなんか飲んでりゃいいんでしょと思ってたけど、毎日嫌で注射しましょうって言われるとちょっと焦るんですよ。すると実は今までちゃんとやってましたと言っていた運動は実はちゃんとやっていなかった。気をつけてますと言っている食事は実は気をつけてなくて、内科に行くちょっと寸前だけちょっと食事気をつけてた、こんな人が結構いくんですね。でも注射を始めるとなると焦るんですよ。焦っていや食事気をつけよう運動もしようって急に下げるんですよ。内科の先生としてはそんな急に下げるつもりがないんだけども、今までやってなかった食事と運動が急に加わってくるもんだからボーっと血糖が下がったと。下がったもんだからそこから無理やり上げるわけにもいかないからちょっと様子見ましょうっていうのが、よくあることなんですね。つまり努力をするのを焦るまで置いとくっていうのはやめといた方がいいです。早め早めに運動食事っていうのを気をつけてあげて、食事と、運動のバランスも良くして、定期的に運動する、食事も、食べ過ぎないようにするし、血糖値を急激に上げないように、緩やかな吸収するものを食べるであるとか、それらを全部気をつけて、食事指導に従うっていうのを早めにやった方がいいです。これが後出しで焦ってやると目が突然出血し本当に失明状態に近くなっちゃう人がいます。やっぱり実際ね昔よりはいいお薬が出てきたので失明近くなる患者さんは減りましたけども、私の患者さんとかでもすごくお若くして、突然目に出血したとか、仕事もなかなかできなくなったとか、そういう患者さんいらっしゃいますので、今言ったことを絶対ね覚えておかないと、人生非常に後悔してしまうことになるので、血糖値、出血下げれば全てが解決するわけじゃない。そのための事前準備が大切だってことは眼科的にとっても大切なんで、特にね出血の手術ね結構大変なんですよ。目に、出血取って増殖膜っていう膜があると、これ剥がそうとすると目の奥に穴が開きそうになるから、どうにかちょっとずつ取ってとかね、結構大変な手術になってしまうんですね。なので、できればそうなる前にちょっと抑えていただければって思いますんで、ぜひぜひちょっと覚えておいていただければと思います。こんな感じで、糖尿の話とか目の話とかいろんな情報をアップしていきますんで、チャンネル登録ベルマークを押してくださればと思います。またコメント欄に疑問とかありましたらぜひぜひそれも書いてくださればと思います。よろしくお願いします。